もろかった。最高にラブ&サンダーな内容だった。序盤の俺ラブ&サンダーだ。中盤の俺ラブ&サンダーだ。終盤の俺ラブ&サンダーだ。150分ぐらいやってくれていいからもっと展開ではっちゃけてほしいよ。面白かったわ。見たぞ。まだまだそうやる気満々で草。いまいちやったわ。ラグナロクが面白すぎた。まあ確かにこれのせいで期待値上がってたわ。ラグナロクは超えなかったけど9大点はある。ネタバレ踏んじまった。どうしてくれんだ。こんなネタバレだらけのスレ見てないで早く映画行くんやで。見に行こうか迷ってるわ。特にそうはギャグ多めな印象やけど、笑かすシーンで映画館がシーン。となってるのなんか毎回モヤモヤするんや。小野とヤギが一番受け取ったな。ヤギがくっそうるさくて草。ヤギが泣くだけで面白い映画初めて見た。ヤギが出てからシーン変わるまでずっと笑ってた。ああいうパワープレイ絶対おもろいからあかん。ヤギの鳴き声好き。見てきた結果評価はポップなマイキソーダークワールドって感想に落ち着いた。ムジョルにペン売り切れだったわ。昼に行ったのにアホかと思った。エンドゲーム後はこんな感じやな。ガーディアンズ見たらもう卒業や。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーと一緒にいろんな惑星を漫遊する映画を期待して見に行ったら全然違ったわ。残念だったのはガーディアンズらがなんか薄かったな。もうちょっとセリフというか絡み欲しかった。エンドゲームからの辻褄合わせで仕方なく出した感あったわ。本当だったらガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが先に公開するはずやったしな。そういやなんか一悶着あったな。そういうことか。作風似てるけどやっぱりワイキテよりジェームズ・ガンの方が脚本うまいな。もっとふざけていいのにな。ワイキテは真面目すぎる。ガーディアンズ本当に友情出演レベルの出番しかなかったな。出番一瞬だったけどガーディアンズ組の中でやたら目立ってたネビュラ。もはやキレゲーみたいになってる。一緒にヤギを撃とうとするマンティスもなかなかヤバいが。そうとスターロード。近しい人間を治せない病で失った者同士に。個人的にはエンドゲーム後は惰性で見てた自分でも久々に大当たりの映画やったわ。大川生きてにまた監督してほしいわマジで。エンドゲーム後の流れとしてマーベルのユニバースというより単独作をらしく作ることに集中してるのでは。ストレンジもそうも自分たちの話に終始した感。ただ客は早く世界の拡張を期待してるこの噛み合わなさがもどかしい。なんだかんやそうってかっこいいよな。体やからな。シリーズの新作ごとにそうってそんな能力あったんだ。ってなってる気がする。ノースジとミセツ伝承や伝説レベルの話をちゃんと覚えてるしイターニテの場所も一発で記憶してる層の脳みそ。しかしなんだかんだそう全然傷負ってなかったんよな。ほとんど一方的に半殺しにされたヘラ姉さん強すぎない？その力を子供たちに。って言ってるけど金色の雷だからサンダーボルトのバフなんかね。まあゼウス本人は絶対にああいう使い方しないだろうけど。あれがこれまでの層にもできるなら使うべき場面あったからサンダーボルトが可能にした技だと思ってる。忘れてるけどこの映画子供向けだよな。夏休み時期に公開したのもそういうことかって改めて納得させられたわ。子供たち暴れさせる展開と暴れっぷりは子供的にもロマンあったやろうしな。魔法使いのコスプレして笑顔で怪物引き裂く幼女でダメだった。キャッキャッツバー。神様クズ多すぎね。コアもこんなんなってしゃあないって感じやわ。しかしチャンベールはさすがの存在感やったね。クリスチャンベールってあんな細かったっけ？チャンベって役作りで毎回身体激変させるんじゃなかったっけか。死にかけのおっさんだったくせにゴアがやたら強い。最初の神様はよくネクロソードの持ち主に勝てたな。かなりの実力者だったんじゃ。さすが自称上級神は一味違った。ネクロソード周りの話で一言も神美王と関係あることが出なかったな。MCU ではその設定捨てるつもりだろうか。コアもホラー調でよかったと思う。ストレンジより怖がらせられるんじゃないか。白黒の世界の描写よかったわ。かっこよかった。ジェーンとバルキリーが縛られとるシーンちょっとエッチやった。そういえばワンダ埋められたところの遺跡のある山ってゴアワンダさんなんやっけ？なんでその名前付けられたのか未だによくわかってない。ワンダゴアやった。神ってサノス倒せないのになんで偉そうなんだ。神殺しくないとか言ってゼウス殺すのはどうなんや。結果生きてたとはいえ、ゼウスがあれで終わりじゃなくてよかった。次回でもかませになりそうだが。ゴッドブッチャーは下級の神を数人殺しただけで大したことない。あいつは永久へは行けない。層が行けば利用されて永久への道が開けるかもしれないからここにいろ。ゼウスとかいう悪そうに見えて正しいことしか言わん神。ラッセルクロウは加減少し痩せろ。ナイスガイズあたりからずっとクマみたいになってるやんけ。ヘラクレス君かませになる感じがプンプンする。ハーキュリース。日本じゃわかりにくいので名前をヘラクレスに変えられる。セレスティアルズっぽい奴らおったけど、あいつらも神なんか。セレスティアルズと神ってどっちが上なん？ MCU 世界の神話の神たちは単なる宇宙人って設定やなかったっけ？まあそうなんやけどゼウスとかとエターナルズのあいつらどっちが上とかあるんかなと思ったんな。
白人神話の序列としてギリシャ神話北欧神話なんかね何にしてもあいつらがサノスに見逃されてた理由とあいつらがサノスを見逃してた理由が割と謎やわ。小籠包の神もっと出してええぞ。工具の種族にも神がいるという事実。そうと肩を並べて戦ってきたとはいえ工具が思ったより強かった。4ちゃんでは3で工具が母親の話してたのに消されたことに怒ってるな。前作の設定くらい覚えてて欲しかったわ。コメディはおもろかった。それ以外は微妙。てかマットデイモン見てくさ。スタッフはどうやら全然全く知らないみたいだけどその劇で起用してるロキ役の人の役者さんってすごい有名人なんだぞ。あの茶番劇にまたマットデイモンが出てたのはめちゃくちゃ草生えた。マットデイモンって過去にも劇団員で出てたよな。同一人物やろ。あの移民船団にマットデイモンが乗ってサノスの間引きを生き延びて地球まで落ち延びたとか草やん。楽器さらわれたのにこれも劇にしますかって言ってて草生えた。移民の歌流れなかったの個人的にはがっかりあった。ガンズもええけどあれがやっぱり一番やねん。ワームホールの説明がまんまインターステラーそのまんまで草生えた。そうとゲームマスターが泊まった家のやつなんか重要な役職になってて草。ダリルおったっけ？おったぜ。バルキリーと一緒に仕事しとったわ。ダリル出てきてくれて嬉しいわ。相互は何年後か知らんけど父と娘のハートフルドラマになるんやろか。すぐに流行らんやろうしアントマンの娘みたいにいつの間にかがっつり成長してそう。ちょうど思春期の反抗期の話になったりするのかもしれんな。あんな力持った娘の反抗期怖すぎやろ。あの娘が血のクリヘムの娘なんやってな。新しい娘のパワーの根源やばくない？扉開けた後のゴアが祈ってた宇宙みたいなシルエットめっちゃギャラクタスっぽくなかった？あれウォッチャーかその親戚かと思ったわ。あれってギャラクタスって言われてるけどそうなんやろか。実際蘇ってきた時は一瞬ちょっと得体の知れない怖さ感じたからなんか闇落ちするかしないかみたいな展開になったら嫌やな。ちゃうんか。似た形で紫足ギャラクタスやと思ったわ。あれエターに来ちゃうんか。ワイスマホのゲームでたまたま知ってたんやがこいつに見えたわ。ちなどんなキャラかはようわからん。シングラリテやぞ。そうは何もかんも失いすぎや。俺が何かしたか？そう言われたらそうだなと思った。大概ボロボロな目にあってんな。そうは親を失って弟も失ってさらに今回彼女も失って神様なのに辛い思いばっかりでかわいそう結局残ったのは突然預けられたよその子と嫉妬深いストームブレイカーしかいないなんて。結局残ったのは突然預けられたよその子と嫉妬深いストームブレイカーしかいないなんて。ムジュルニアも戻ったからセーフ。まさかいきなりパパになるとは思ってなかったな。タイトル回収は早いってなったけど名前はもともとラブやったんやろか？ MCU12 年間でソーさんが失ってしまったものや。マイキソー、弟。マイキソーダークワールド、母、弟。マイキソーバトルロイヤル、彼女、父、ムジョルニア。髪の毛、戦友、右目、ふるさと。アベンジャーズインフィニティウォー、国民の半数、友人、馴染みの武器や。アベンジャーズエンドゲーム、自信、筋肉。ソーラブ&サンダー、贅肉、衣類、彼女。そうってバッドエンドばっかだな。思ってたより真面目な内容だった。難病者だとは。ジェーン死んでるやんけ。そうそのまま続投するんか。死後の世界みたいなん吸い足し出そうと思えば出せるやろ。ヘイムダルおったけど。バルハラある時点で蘇る下積みじゃん。死後の世界のやつってアスガルド人とか神だけなんか？トニカスとかもおるん？ムーンナイトでは死後は個々人の信仰によって召される場所が変わるみたいなこと言ってた。そういやそんなんあったな。今回仏教っぽくなかったか？次回以降出るかはともかくあれだけで置いた後味が良くなった。あれないとなんか納得できないよね。ロキもおるんかな？ドラマとロキ被りそうだし出番はなさそうだけど。ロキはシーズンにありきなのがな。たくさんロキが出てきたとこ白さ生えたが。あいつも死んだこいつも死んだのとこで何度も死ぬロキで笑いが起こったよ。こいつ知らないって言われる浅野忠信。ワカンダにも宇宙にもユアスガルドにもステージ4の段には勝てない現実。ナタリーの決め台詞のシャウト式。本に書いてるしそうになったんだからがん治ると思うじゃん。先に願いを叶えてもらって助ける展開なんでしょ？って思ってたのに。ああいうのが残ってるってことは過去にも地球で病人がハンマー持ったことあるのかなって思った。そうジェーン守るんやで。無女はい。ジェーンガンで死ぬんを。無女せや。戦いの中で死ねばバルハラいけるやん。畜生やなこいつ。無女そこまで考えてたんやろか。ハンマーで取られた総能破壊されてたけど、嫉妬してるストームブリンガーくん可愛すぎ。ストブレ、誰よその女。このシーンクソ笑ったわ。ストームブレイカーちゃん可愛すぎない？嫉妬するストームブレイカーちゃんかわよ。かわよやったな。今小野友とかの友とハンマーの間で揺れ動くこの気持ち。画面外からたびたびヌーってフェードインしてくるストームブレイカーでダメだった。またソーが新しい武器に浮気してる。エンドゲームの時はキャップに小さいの呼ばわりして投げ渡してたのに。ス
トブレ君今作で以来キャラ立ちしたな。姉状に砕かれたと思ったらオープンゲットする能力を手に入れてた。ビール飲めるんだ。あれでストブレが酔っ払ってまっすぐ走れなくなるとか思ってしまった。モノクロ小惑星に行くためにわざわざ船改造してストームブレイカー乗っけたのに、その後ビフレストなしで永久に行き来してなかった？ストームブレイカーじゃなくても移動はできるよ。ゼウスの武器使って行ってなかったか。ジェーンはペガサスでどうやって来たんやと思ったけど、そういえばゼウスの武器でくるくるしてたわ。ジェーンはムジュルニアに引っ張られてきたんかな。尿意限界だったけど最後の最後まで席立たなくてよかったわ。大したことない映画だったんだがラストのパンケーキ作る層のシーンだけはグッときた。話的には悲しい話だったのに音楽とヤギとギャグのおかげで終始明るい印象を受けた。題名の通りまさにラブ&サンダーだったよ。